ブロポタ TV へようこそ。今回は可愛いアヒルさんとアイガモさんに癒されながら徳島県阿南の新田野をのんびりポタリングしていきます。お洋服汚れても大丈夫な方がいればなんか言うてる。抱っこしてもへえ、アヒルを抱っこできるなんて素敵すぎる。おはようございます。綺麗ですね。すごい綺麗。そう水浴びを自分でできるんで、まあお風呂でね自分で歯ブラシつけて。アイガモさんです。アイガモ。おはようございます。お風呂に入って毎日綺麗にしてます。一人で。へえ。可愛い。地元のナビゲーター新米ですけど、スージーと言います。よろしくお願いします。はい、あなたの町初めての方、ほとんど初めてです。はい、今日北風がすごく強いですけど、あなたの町って割と盆地で、程よい山に囲まれたパノラマで、秋を見ていただいて。それとあなたの町ってさあ、じゃあ行きましょじゃあ行ってくるねう。すごい。可愛い。アヒルに見送られながらポタリングツアー行ってきます。鎌倉時代に、地元のどなたかが植えてもう750年前らしいのでね、はい、それで、これ順番こう売ってますけどね、これそれぞれのあなたの地域の遍路道、大根峠って言うんですけど、すごい杉の根がこういっぱい。
中村園田雄太っていうことで、特に3番層すごいのどかな田園風景ですよね。なんか出てきてドラマとかに出てきてね、ちょっと主人公が実家に帰ってそうそんな感じだね。じゃあほら加工費製造所の社長のピッさんです。触りたいときは私に来てくれたら大体触らせてあげるんで、何のことでも勝手に触って痛みないよりは言ってくれたらこういうことについてもらったら触りますので。この機械で、何本まであげるんだ。だいたい5000発ぐらい、5000点火ぐらいこの機械だけでできるんです。へえ。この機械があったらその音楽とかに合わせて順番に出るようにプログラミングされるわけなんですね。パソコンのノートパソコンでパソコンでプログラムしてそれを入力できるわけです。それが100分の1秒間隔でプログラムがダーッと長くてずーっと展開していくような、これ一斉型の分でこういうふうな一斉型にやって扇形にこう一斉にパーッとこう飛ぶような形で、これが大きい方のサイズで、こっちは今のところ尺って言って直径30センチまでの玉しか作ってません。なんでかっていうと、これ以上の玉っていうのは注文はされることは何年かに一遍ぐらいはあるんやけども、ね、そういう時は買えばいいだけの話で、自分のところで作るのはもう尺玉まで作って年間に約40発30発から40発ぐらい作ってそれをあげます。今からこの後最後の方ですけども、尺玉今製造中で、すごい競技会に出すやつがありまして、その分をまだ見てもらえると思いますので。尺玉ってこれから発射して何メーターぐらいまで飛ぶんですか？上高さは250メートルから300メーターぐらいで、直径が300メートル広がるという。へー。でまだ競技用の球はギリギリまで開かせるという、はいはいはい、ね分かると思うんですけど、競技用か。競技用はまた普通の球よりもはるかにこう精密に作ってあって、なかなかね、この前三陸へ花火さん、三陸花火っていうのが9月頃にやったんです。9月にやったと思うんですけども、その時に全国から24業者ぐらい集まってきて、そのうちの一番長いんだったんで、まだ上は大きくないけど。花火を干しておく場所ですか？そうです。熱管所といって乾燥機で干すよりもやっぱり日管っていって太陽で干すのが一番
いいわけですね。へえ。あんまり気付けないといけないのが、温度が上がりすぎると発火してしもて、狭いところにあると爆発がごついですけども、こうやって広いところであれば、もし点火してもわーっと燃えてしまうだけで、オープンになるだけで。で、あとこの防爆壁って言ってこれブロックですけども、15センチあるんですけども、防爆壁。防爆壁って普通のブロックのようにそういう表面は見えますけども、鉄筋がすごい十字に入ってて、ちょっとは外で爆発したのこう倒れてしまわないというか、コッパにならないようにできてます。このまだずっとこの木切りまで指だったら少し入ってもらっても結構です。こういうふうな、これまさにお釜です。お釜ですね。アルミ製のお釜なんですけども、これに薬品っていうか花火の、火薬を溶かしたものと生とものがあって、まず溶かしたものを少しかけて湿らしておいて、そこに乾いたやつをかけていくと少し成長する。わかりますかね。少しだけ成長する。これを回しながら作る。これは大きい玉の芯になります。セラミックって言ったらかっこいいですけども、前だと作れみたいなもんですね。それに筋をかけていくわけです。これは小さい玉はこれぐらいから始める。大きい玉はこれぐらいから始める。でこれが核になってこの周りに火薬がたくさん見てもらってもちろん見てもらっていいですよ。こちら。これは危なくないですか。くっついていくんですね。そうです。それが真ん中の核になっていくんですね。それが成功。それをさっきのところで干したりとかしながら作っていく感じなんですか。セラミックの核が中心になってね、花火の火薬ができていくっていう感じですね。星ってさっきのセラミックの軸でどれぐらいの大きさになるんですか。だから、今から一応見てもらえると思うんだけども、だいたい直径が、小さい玉で1センチちょいぐらいで、大きい玉だとやっぱり直径が2センチ3センチ近くなるような感じですね。それをさっきのやつ100回ぐらいするとその大きさになるんですか。だから少しなるほどね。ちょっとずつ1日に 0.5 ミリぐらいしか大きくならないんで、なぜ気の遠くなるような話をすごいコトコトしながら、で一つ気づけないかんのが色が変わりますよね。例えば最初は赤が出て、次に青が出て銀に変わるとかいう形で色が変わっていきますね。その時に全部を選別するんです。そのサイズに達しているのと達してないのとあってですね。足してるのはちょっと抜けといて、で足してないのをまだ少しずつかけて、でそのレベルで揃えていくわけです。でその時、それから例えば赤をかけるとか銀をかけていくとそこで一旦揃えるのに手間がすごくかかるんです。これ変色するようなやつっていうのはコーティングが3層になってるとかっていうことで、3層2層になってる。そうです。普通でも変色しない場合でも3層ぐらいになってます。なんでかっていうと、色のものとそれのつなぎの部分と、それと着火といって火が取りやすい薬とか貼る回数が今55枚って言うて、ものすごい数を貼らないかんですよ。へえ。今46順目。48枚貼った。48枚です。そうです。分からないんだね。これ回数重ねるごとにずっと大きくなってくるのが55回。なんでかというと、もう一回言いますけれども、花火が飛ぶっていうのはそれだけ圧力を耐えるように作ってある。コロコロっと転がって当たった時でも、一応導火線のカバーがね。それはカバーなんだ。カバーなんです。これ取れるんやけども、今は重たいですよ。ちょっとじゃあ持ってみてください。結構重いよ。この前女の人ぶつらかった。なんか5キロのよりも重いですよ。あ、重いんですか。ちっちゃいけど何キロかほら持ちやすいから、円に近いから分散するからね、ちょっと離すとすごい重たい感じ。これがでも 250m 空にぶち上げられるわけですもんね。そんなの持ってきたら大変ですよね。すごい。使えます。今からじゃあダミーの玉を貼っていくわけですね。今このパンツを回しますんでね。
へえ。だから大体1分使わないこれぐらい頭だったら負けるんで、だから今この負け作業ですってほんでお機械で巻くとどうしてもこういうふうに上下にやっぱ軸があるんで穴開いてしまうんで、そこにパテっていって木くずを使ったあれを貼って詰めて強度を均一にしないとこれがガスが抜けてしまうんで、圧力が抜けてしまうんで木くずとノリとで固定するってことですね。開くと直径何メートル？これで大体80メートル直径80。そんなに？一尺の玉にこの星っていくつぐらい入ってるもんなんですか？星自体はね、個数は300個ぐらいで入ってるんですよ、一列並べて。あ、そうなんですか。でも新入りとか八重新とかいう話でそれぞれの一列並べると200から300ぐらい並びますから、八重新になってくると八重新だけで800個並んでるんで、これ上外側があるから1000個の星が入ってるんですね。これはちょっと特殊な星で形もいびつなんですけども、まあいわば点滅のような感じで持ってくれた。点滅をする星やからちょっと製造段階のいびつさがそのまま残ってて、でこちらが中心に入れる割薬っていうもんです。点滅するやつってなんかこう花火がピカピカピカって光るようなやつ。そうですね。それは何でできてるんですか？これは厚紙を合わせて、こちらは特殊なパイプ状のものをこううまいこと接続させてるんです。さあちょっとこちらでティータイムでございます。これも地元の名物なんですか？まあ名物へー。ありがとうございました。煙らされたりするから狭いのも日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。